札幌にある森彦のカフェ全9店舗を回ってきました。今回はそのうちの5つを紹介します。森彦ステイ&コーヒーは地下鉄東西線菊水駅から徒歩3分の場所にあります。2017年6月にリノベーションホテルボットマムとコラボしてホテルの1階にオープンしました。旅人と地元っ子が空間を共にする場所というコンセプトでデザインされていて、私たちがお店に行った時も宿泊のお客さんらしき方もいて、自分も少し旅気分を味わえるような感じがしました。2000冊の本を収納しているこの大きい本棚がお店に入った瞬間に目に入ってきます。夜はこの本棚が窓に映っているのも綺麗で、空間がより広く感じられます。天井の高さは5メートル以上あるらしく、とっても開放的です。現在は営業していないそうなんですが、もともと夜はここがバーとなって、ニセコビールや北海道食材を使ったピザなどが楽しめるそうです。今回頼んだのは、イチジクのチーズミルクティーと栗とコーヒーのタルト、そしてさつまいものミルクシフォンです。チーズミルクティーは11月期間限定のドリンクで、塩気が効いたチーズクリームが初めての味で、最初はびっくりしたんですが、香りのいいミルクティーと混ぜ合わせるとすごく優しい味でした。栗とコーヒーのタルトは森彦のパティスリーマリピエールで秋の季節のスイーツとして作られているケーキです。中のコーヒームースが栗の味にとっても合っていて、すごく美味しかったです。タルトも硬すぎず柔らかすぎないちょうどいい食感でした。さつまいもミルクシフォンは生地がふわふわで、ほのかにさつまいもの甘みもあって、添えられた生クリームと一緒に食べると最高でした。友達が札幌に泊まりに来るなら、森彦のコーヒーも楽しめて、近くで大きな川沿いを散歩できるこのホテルをおすすめしたいです。中心地からは少し離れた開放的な空間で時間を過ごしたいなと思った時に来たいお店です。JB エスプレッソ森彦新道東駅前店は、地下鉄東宝線新道東駅から徒歩1分の蔦屋の店内にあります。2017年9月に JB はかっこよさを追求したコーヒースタンドとしてオープンしたそうです。蔦屋ファミリーマートとお店が一体になっているので、 JB でドリンクを頼むと蔦屋の本を借りて JB の客席で読むことができたり、ファミリーマートで買ったスイーツを持ち込むことができます。大きい特徴的なライトや足が金属の椅子やテーブルが印象的です。コンセントがあるのでノートパソコンでの作業をしている人も多く見かけます。夕方以降は勉強に来る学生さんが多くなりました。私たちは一番奥の4人席に座りました。私たちが頼んだのは軽めで飲みやすい JB ブレンドライトコーヒーと、少し苦みがあっていい香りがする JB ブレンドマイルドコーヒーです。一緒にクロッフルのブラックキャラメルナッツも頼みました。実はクロッフルを食べるのは初めてだったんですが、もちもち食感が不思議で美味しかったです。私の好きなブラックチョコレートでコーティングされていたので、コーヒーと一緒に美味しくいただきました。 JB ソフトクリームモンブランは新道東駅前店で一番楽しみにしていたメニューです。滑らかで甘すぎないモンブランの風味に粉砂糖が程よく甘さを足してくれている感じでした。蔦屋でずっと読んでみたかった本を借りてきて読んでいたんですが、やっぱりすごく面白かったので蔦屋で買って帰りました。こんな風に実際に手に取ってゆっくり本を読む機会があると、いい本との出会いがありますよね。コーヒーを飲みながら本を読みたいとき、また来たいです。2018年オープンの JB エスプレッソ森彦サイクルロードは、地下鉄東西線南郷18丁目駅から徒歩2分の場所にあります。
子供の時からよく見かけていたパチンコ屋さんがあった場所に3年前ガラス張りの外観がとてもインパクトがあるおしゃれなカフェができていて、なんでここにとびっくりしたんですが、その後森彦のお店だと知ってさらに驚いた記憶があります。1階は白いネオンサインや白いサブウェイタイルでスタイリッシュな雰囲気なんですが、階段を上って2階に行くと暖色系の照明で木製のテーブルや椅子が置かれていて温かみが感じられます。本店と同じように1階2階は吹き抜けになっていて、上からコーヒーを入れている様子も見えます。サイクルロードに面したお店ということもあって自転車がたくさん飾られています。 Wi-Fi もあってカウンター席には電源や USB ポートもあるので勉強や仕事がしやすいお店です。私たちはソファー席に座りました。私たちが頼んだのはホットのアメリカーノマイルドとフラットブラックです。このフラットブラックはこの店舗限定で、この黒い色の見た目からどんな味なんだろうと気になってたんですが、苦味とミルクがすごく合っていて予想以上に後味はまろやかでした。後から知ったんですが、この黒い色は竹炭だそうです。ハニーサブレはナッツがゴロッと入っていてホワイトチョコが甘くてとっても美味しかったです。空間をとっても贅沢に使ったデザインで、席と席の間隔も広く取られているので、集中して作業したい時にもゆったりと一息つきたい時にも来たいと思えるようなお店です。森彦芸術劇場は地下鉄大通駅30番出口直結の札幌市民交流プラザ1階に2018年にオープンしたそうです。市民交流プラザはいろいろな公演を鑑賞できる劇場や図書館などが入った複合施設です。2階には森彦のフレンチレストランダフネもあるんですよね。天井が高くてガラス張りになっているので、店内からこのプラザの2階、さらに外の景色も見えてとっても開放的な雰囲気です。日の光が入ってくる時間がすごく綺麗でした。天井から下げられているこの球体のガラスの装飾によってまた上品さが増している感じがします。私が特に好きだったのはこのステージのような横にとっても長くて曲線が綺麗なカウンターです。私が頼んだのは期間限定のカフェブラジレーニョ。この森彦芸術劇場では世界のコーヒー巡りとして毎月違う世界各国のアレンジコーヒーが提供されています。チョコレートソースと生クリームが乗せられているので甘くてすごく美味しいんですが、深入りカフェオレなので後味に深みがあって本当に私が好きなスタイルのコーヒーでした。レギュラーメニューになることを期待しています。甘党が飲んだのは芸術劇場限定のコーヒーです。苦味は控えめで口に含んだ時に濃い香りとコクが広がるのを楽しめるコーヒーだと甘党が言っていました。そしてフルーツサンドは四角くコロコロとした見た目がとっても可愛くて、サンドイッチの生地はふわふわでちょっと甘酸っぱいイチゴとくどくない生クリームとの相性もとっても良かったです。このお店に来る前はガラス張りで結構人通りが多い場所なのでゆっくり休むにはどうかなと思ってたんですが、全然外が気になることもなくってゆったりと落ち着いた時間を過ごせました。札幌の街中で森彦のコーヒーと洗練されたデザインの空間を楽しみたいときはここに来たいと思います。
2020年にオープンしたばかりのひらがなの森彦は、地下鉄東宝線大通駅24番出口直結の商業施設ルトロワの地下2階にあります。このお店は和の雰囲気が印象的で、抹茶色ののれんをくぐると白い漆喰の壁と月を思わせる暖色系のライトが心地よさを感じさせてくれます。店内のインテリアは丸みを帯びたデザインにこだわっているようで、テーブルや椅子はもちろんメニュー表の木の板も丸角でした。この日、私たちはソファー席に座りましたが、2人用の席では筒のような形をした木製の椅子が用意されていて、他のお客さんの視線を感じにくいような作りになっています。和の雰囲気のお店なので、メニューはもちろん縦書きです。眺めるだけで楽しいデザインになっていて、どれにしようか迷ったんですが、ドリンクセットを頼むことにしました。私が注文したのはフレンチブレンドのコーヒーと薄餅3枚のセットです。ひらがなの森彦ではコーヒーをサイフォンで提供しているので、自分でカップについだり、他の人のコーヒーと飲み比べしたりと、いろんな楽しみ方ができると思います。フレンチブレンドは深入りながらも酸味は控えめで、甘いものと一緒に飲むのにぴったりのコーヒーです。そしてメインの薄餅は11種類のトッピングから5つ選ぶことができて、今回は発酵バター、栗蜜、北海道ゆで小豆、金星ホイップ、メープルシロップを選んでみました。それぞれのトッピングの足し引きを考えるのも楽しくて、そしてやっぱりどれも美味しかったです。こんなにトッピングがあるなら薄餅3枚じゃ足りないなっていう時も、薄餅は1枚100円から追加で注文ができるので、初めは3枚セットからスタートしてみてもいいかもしれないです。とにかく柔らかくてしっとりもっちもちでした。食べた瞬間、口いっぱいに幸せが広がる感じです。パサパサ感が全くなくて食べやすいので、本当にパクパク食べてしまいました。一方、甘党が注文したのはお抹茶と季節の紫芋ぜんざいのセットです。抹茶を注文するとお客さん自身でお茶を立てて飲む体験ができるので、より味わい深い一杯を楽しむことができます。抹茶の立て方ガイドも提供されるので、ガイドを見ながら安心してお茶を立てられます。メインの紫芋ぜんざいは鮮やかな紫芋の絹糸が目を引く華やかな盛り付けで、添えられたアイスやフルーツ、下に敷かれたコーヒーゼリーと絡めながら食べると、いろんな味わいを楽しむことができます。飴細工のように仕上がったパリパリのりんごや3色のちっちゃいお団子も見て楽しく、食べて美味しいトッピングです。言うまでもなくお抹茶との相性も抜群でした。地下鉄の駅が直結するショッピングセンターの地下にあるのに、のれんをくぐった瞬間から一気に森彦の世界観に引き込まれてしまうのは、さすがの一言につきます。薄餅のトッピングやお抹茶を立てるなど、自分たちで食事を完成させるという体験は本当に楽しかったです。森彦の飲み物や食事を楽しむだけじゃなくて、その体験と時間をゆっくり楽しんで味わいたいという時に来たいお店です。今回札幌にある森彦のカフェ9店舗を回ってみたんですが、全店舗違った雰囲気とこだわりがあって、毎回違った楽しみ方ができました。どういう思いでこのお店が作られたかなども記事などを読んで知っていくうちに、どんどん森彦の世界観にはまってしまいました。これからもまた新たな森彦の魅力を知れるのが楽しみです。